2024年3月1日、糸井重里さんが主催するウェブサイト、ほぼ日刊糸井新聞にて、一つの新たな連載が始まりました。いつ世界が終わっても、と題された、このシリーズは、糸井重里さん自らと、フィギュアスケートの羽生結弦さんとの対談形式で、全12回にわたり、英語や中国語に翻訳され、世界中にそのメッセージを発信していくことになります。2024年3月2日、スポーツ報知は、この2人の貴重な対話の様子を第1面で大きく報道しました。その結果、コンビニエンスストアをはじめとする多くの販売店で、放置新聞が次々と売り切れる事態となりました。SNS 上では、新聞を手に入れられなかった人々からの投稿が相次ぎ、その熱狂的な反響が伺えます。対談を終えて、糸井重里さんは、羽生結弦さんについて、素直に面白かったです。考えの深い人だとは思っていましたけど、やっぱり掘ってみると奥の方からどんどん言葉や思考が出てくる感じで、そういった日々の蓄積の部分が一個の結晶になって、あの素晴らしい演技になっていたんだなって感じました。お話しして改めて過去の演技を見返したくなりました。アイスショーもぜひ観客席で見てみたいです。これまでたくさんの人と話してきましたが、ちょっと衝撃でした。面白かったです。と語っています。羽生結弦さんは対談の中で、この人みたいになりたいって思った時のミラーニューロンが強いというか、真似する力がおそらくものすごく強いんです。と、対談の中で語りました。ミラーニューロンは他人の行動を見た時、その行動を自分が行うかのように脳内でシミュレートする神経細胞の一群です。他人が特定の動作をするのを見るだけで、見ている側の脳内でも同じ神経細胞が活動するため、観察者はその動作を内的に体験することができます。これは学習、模倣、感情共有などに重要な役割を果たしています。つまり、他人の行動や特性を非常に敏感に捉え、それを自分の中で再現し、新たな創作や行動へと変換することが得意だということです。これにより、彼は様々な分野で独自の創作を行い、多くの人々に影響を与え続けることができるのです。ミラーニューロンの働きは、人が新しいスキルを学ぶ際や、他者との感情的なつながりを感じる際にも重要であり、羽生結弦さんのように、このシステムをうまく利用することで、人はさらに成長することができます。糸井重里さんは、コピーライターであり、エッセイストであり、タレント、作詞家、ゲーム制作会社の代表取締役も務めています。想像力と独創的なアプローチで、数多くの賞を受賞しています。また、漫画家や音楽家としても才能を発揮し、1976年には、ペンギンごはんシリーズで注目を集めました。任天堂との深い関わりも、糸井重里のキャリアの重要な一面です。マザーシリーズの制作を通じて、任天堂社長やゲームクリエイターと密接な関係を築き、ゲーム業界におけるカルト的な存在になりました。さらに、1998年には、ほぼ日刊糸井新聞を開設し、ウェブ上での新たな表現の場を確立しています。個性的でありながら親しみやすいキャラクター。幅広い趣味と興味、そして文化やエンターテイメント業界における多方面での貢献により、糸井重里は日本のサブカルチャーを代表する人物の一人となっています。彼の作品は常に新鮮で予測不可能な魅力に満ちており、多くの人々に影響を与え続けています。ほぼ日刊糸井新聞で掲載が始まった対談では、フィギュアスケートと創造性についての心温まる交流を示しています。羽生さんは糸井さんとの対話をリラックスして楽しんでおり、以前から自分のことを気にかけてくれていたことに感謝しています。星野源の番組でマザー2のファンであることが糸井さんのスタッフによって発見されたエピソードを振り返ります。羽生選手は糸井重里さんとジョニー・ウィアーさんの対談を読み、ジョニーに対する憧れと彼が目指している芸術性への共感を表明しています。第2回目の連載では、糸井重里さんが羽生結弦選手のフィギュアスケートへの情熱と、
オリンピックでの2連覇に至るまでの成長過程について掘り下げています。羽生選手は何かやったら何でもできるという強い信念を持っていたことを明かします。自分が目標とするトップ選手との距離が徐々に縮まっていく感覚を持っていたと述べ、その過程で自分だけの道を切り開いていったと語ります。この過程は彼にとって RPG の主人公のような旅だったとも言及されます。彼は子供の頃は負けやできないという概念がなく、純粋に目標に向かって進んでいたが、大人になるにつれて社会的な知識や思考が触れ、それらを意識せざるを得なくなったとも述べています。対談を掲載したスポーツ報知を買うためにコンビニに走った。ファンの喜びの声をまとめてみました。買いに行ったらラス1だった。ギリギリセーフで買えたけど危なかったで。他の新聞は割と余裕な部数があったので、やっぱり羽生くんの一面は強いですね。買ってきました。報知新聞。北海道版でも一面に掲載されてました。報知新聞さん、一面で取り上げてくださりありがとうございます。朝一で購入させていただきました。そして、高木さんの記事はいつも安心して拝読できます。矢口さんのお写真とともに今後とも楽しみにしております。まさかの一面で驚きました。今日という日に一面にしてくださって本当にありがとうございます。もちろん購入してきました。記事の文章も写真もレイアウトも素晴らしいです。購入させていただきました。一面に感動です。報知さん、これからも購入し続けます。共感し、理解してくださる方との対談だから、羽生さんも深く掘り下げた話ができるんですね。糸井さん、本当にありがとうございます。第2回も一気に読めるのに心に残って何度も考えてしまう深いお話でした。購入してきました。届けてくださった高木さん、報知新聞さん、ありがとうございます。続きも楽しみにお待ちしてます。とても素敵な素晴らしい対談。とても大切で忘れられない日になりました。お二人の対談、これからも大切に楽しみに読ませていただきたいです。新聞大切にします。無駄な意味を削ぎ落とす作業。一つの選択の重みと、その積み重ね。つい自分の物差しで押し量ってなんとなく分かった気になってしまうけど、羽生くんが向き合ってる選択の一端を垣間見れたような気がする。糸井さん、素敵な企画を本当にありがとうございます。購入できました。今日は全体的にスポーツ紙が少なめ。最後の一部でした。羽生くんがあんなに心の深いところのお話ができるのは、糸井さんがきっと良い気をお持ちだからなんだろうなぁと、勝手ながら想像しています。放置さん、しっかり購入してきました。我が家の近くのコンビニ3店舗、すごい売れてました。お二人の笑顔が素敵です。糸井さん、素晴らしい対談ありがとうございます。矢口さんの写真、二人の笑顔が楽しい対談だったことを物語っていますね。第2回では、ミラーニューロンという言葉が出てきて早速検索。見て学び聞いて学び、実践して確認し、努力を積み重ねて自分のものにしていく。羽生くんの進化の過程。年齢差45歳の壁など全くない。感性、才能豊かなお二人だからこその深いお話に引き込まれました。本当に素晴らしい出会いに感謝。重里さんの年齢見て驚いた。タレントさんでもあるから、見た目も若いけど、考え方に柔軟性がある。それがかっこいい。羽生くんも、重里さんも、年齢って人間の内面に関係ないんだなって。こんな素敵な人たちに憧れる。この対談がまだあと10回も続くという事実は、私たちにとって大きな喜びであり、これからの3月の上旬を楽しい気持ちで過ごすための素晴らしい贈り物です。糸井重里さんの深い洞察と温かな語り口は、日々の生活に新たな刺激と喜びをもたらしてくれます。彼の言葉からは、常に新しい学びと発見があり、それが私たちの心を豊かにしてくれるのです。この続きを楽しみに待つことができる幸せと、羽生結弦さんの奥深い魅力をどんどんと引き出してくれる、糸井重里さんへの深い感謝の気持ちでいっぱいです。それでは今日も最後まで、
動画を見ていただき、ありがとうございました。この動画がいいなと思ってくれましたら、チャンネル登録お願いします。それでは皆様、今日もお疲れ様でした。